皆さん、こんにちは。今日は日本でやってはいけない5つのことについてご紹介しようと思います。今日の動画は実はリクエスト動画です。リクエスト動画。このリクエストって日本語、英語なんですけど、わかりますか？英語のリクエストから来てるんですけど、今回の場合だったらフォロワーさんがこんな動画を見たいですって言ってくれたので、そのリクエストにお答えする感じの動画です。私のこのチャンネルで初めてのリクエスト動画です。リクエストをくださったフォロワーさん見てくださってますか？ちょっとね、リクエストをいただいてから時間がかかってしまってすみません。皆さんもね、もしこんな話が聞きたいとか、こんな動画を作ってほしいとかあれば、ぜひリクエストをコメント欄から教えてください。皆さんが知りたいことについてできるだけお答えしようと思います。はい。ということで、今回のメインテーマ、日本でやってはいけないことを5つご紹介しようと思います。まず1つ目は、電車内で大声で話すことです。皆さんの国にも電車はあると思いますが、電車の中ってどういうふうに過ごしてますか？日本ではできるだけ静かに過ごすのがマナーです。友達とか誰かと一緒にいればお話はしてももちろん大丈夫ですが、大声で話したりとか、人に迷惑がかかる行為は基本的には NG です。他にも、例えば電話を使ってスマホとかで話をする、これはマナー違反と言われています。これはもしかしたらいろんな国の人が驚くかもしれませんが、日本では電車とかバスとか公共の施設の中で電話をするっていうのは基本的にはすごくダメな行為と言われています。理由としてはね、多分電話とかをしていると声が大きくなりがちだからダメっていう風に言われてるんだと思うんですね。だって友達とかとは普通に話をしていいのに電話だけダメっていうのはなんでって思うと思うんですが、やっぱり声が大きくなってしまって人に迷惑がかかるっていうのは良くないですね。あと、おそらく電波を使うっていうのがあんまり良くないっていうふうに思われてると思います。電車にはペースメーカーとかね、体の中に機械を入れて生活をしている人もいると思います。だからそういう人たちに対して配慮をしましょうっていうのが考え方かなっていうふうに思います。特にね、日本では満員電車とか見たことがありますか？通勤ラッシュで満員電車になります。満員電車はその言葉の通り、人がいっぱいいて満員、もう入れません。もう電車に乗れませんっていう状態ですね。私も社会人だった時に満員電車に乗って1時間くらい通勤していました。あれは本当にストレスがかかるんですね。電車に乗って移動をするっていうのはそもそもちょっとストレスのかかること、周りに知らない人もいて、そういう環境で電話をしてしまうとさらにストレスをかけてしまうから、周りの人のことを気遣いましょうっていうのが日本の考え方です。次に2つ目ご紹介するのが、温泉とか銭湯に持っていくタオルを湯船につけてはいけません。皆さん、温泉とか銭湯って
日本にたくさんあるんですが、入ったことはありますか？温泉とか銭湯っていうのはいろんな人がみんなで使えるお風呂のことです。シャワーを浴びるところもあるし、体を洗うところもあるし、お風呂に使ってこうやって湯船に浸かるって言うんですけど、あったかいお湯に浸かってゆっくりしたりとか、友達と行くときには友達とお話をしたりします。私も温泉に入るのは大好きで、友達とずっとあったかい温泉に入りながら話をしたりするのがすごくリラックスできます。この時に基本的にみんな1枚長細いタオルを持って入るんですね。この長細いタオルで、例えば体の大切な部分を隠したりとか、体を洗ったりとか、こうやって体を洗うときに石鹸をつけて使ったりします。そのタオルなんですが、基本的には湯船にはつけてはいけません。これはね、みんなで使う湯船だからできるだけきれいに使いましょうっていうのがマナーだからです。体とかね、洗ったりとか、タオル自体にもね、汚れがついていたりとか、タオルの繊維が落ちてしまったりするから、タオルは湯船にはつけずに、みんな結構頭にこうやって乗せて湯船に浸かったりしています。女性なんかはもうこうやって髪をね、湯わいてタオルでペペってやって、髪も湯船に浸からないようにするのがマナーです。で、大切なのが、基本的には湯船に入る前に体を洗います。やっぱりみんなで使う湯船だから、体はきれいにした状態で入った方が湯船はきれいなままですよね。そういう部分も配慮です。あるいはかけ湯っていうものがあって、基本的には温泉脱衣所で服を脱ぎます。で、裸になります。タオルを1枚持ちます。で、銭湯のね、銭湯とか温泉に入ります。で、ドアを開けたらかけ湯っていうものがすぐにあります。この桶とかが用意されてて、パーって体にかけられるお湯のことです。こうやってすることで汗とか体の汚れをザーッと洗い流してから温泉に入りましょうっていうのが基本的なルールです。みんな結構海外の方とかだと温泉をあまり知らないので、みんなで同じお湯に浸かるって汚くないって思うかもしれないんですが、みんな基本的にはそうやってみんなで使うものをきれいにするために配慮をするのが日本の国民性です。だから皆さんもね、温泉を試してみたいなって思ったら、まずは体を洗ってタオルとか髪とかをつけないようにまとめてから温泉に入ってみてください。ただね、もし皆さんにタトゥーがあると、もしかしたら入ってはいけませんって言われてしまうかもしれません。最近ではタトゥーを隠すシールとかが温泉に売っていることがあるので、それで隠せれば問題はないかもしれないです。なぜタトゥーがダメかというと、日本のね、昔ながらの考え方なんですが、日本ではタトゥーを入れる人はヤクザだと思われてきました。最近ではみんな若者とかが好きにタトゥーを入れていたりするので、この文化は若干薄れてきているとは思いますが、それでもやっぱり日本ではタトゥーはあんまりね、好まれないというか、特に年配の人とかが見るとショックを受けたり
しやすいので、日頃からできれば隠してあげるといいかもしれないです。その方が皆さんが注目を浴びないので、気楽に旅行が楽しめるんじゃないかなと思います。はい。で、次、3つ目です。3つ目の日本でやってはいけないことは、エスカレーターの使い方を守らないことです。エスカレーターっていろんな国にあると思うんですが、日本にもエスカレーターはあって、基本的には2人が並んで横に立てるぐらいの大きさになっています。これは日本の地域によって違うんですが、例えば関東、東京のある関東では基本的に左側に立って、右側は急いでいる人が歩くための場所として開けておくというのが基本的なマナーです。なのでみんなエスカレーターに並ぶときに、駅とかだと行列ができることがあるんですが、これは立っていたい人は左側に並ぶ、早くエスカレーターを上がりたい人は右に行く、そんな感じで使います。だから結構子供とかが知らないで両方に広がって立っていたりとかすると、後ろから来た人に怒られたりとかします。で、これは東側では左側に立って右側を歩くのがルールなんですが、西側、ちょっと具体的にどこから変わるかはわからないんですが、大阪あたりから西の方は逆になります。なので右側に立って左を歩く実はこんな感じで、なぜかねちょっと違うんですよ、東と西で。なので私も大阪とかもっと西の方にある九州とか、そっちの方に行くとエスカレーターのルールが変わるので、西に来たって思いますぜひね、皆さんも日本旅行をねするんだったら、西か東かルールが違うんだなっていうのを覚えておいてもらえると嬉しいです。これもね、日本の気遣いができる文化の一つかなというふうに私は思っていて、周りの人を配慮する、立ちたい人もいれば歩きたい人もいる、そういういろんな人がみんな気持ちよく生活できる、そういう配慮ができるっていうのが日本の良さかなと思います。はい。次に4つ目。4つ目に日本でしてはいけないことは、靴を履いたまま家に上がることです。これはもう皆さん結構知ってるかなと思うんですが、基本的に日本の一般民家では靴を脱いで家に上がります。もう家のね、作り方自体が結構違って、日本には玄関というところがあるんですね。で、玄関から一段上がって家に入るような家の作りになっていることがほとんどです。マンションとかね、アパートとかだと必ずしも一段あるわけではないんですが、なんとなく区切りがあって、ここから先は家の中ですよ、靴を履いて入ってはいけませんよっていうのがなんとなくわかります。で、玄関には下駄箱って呼ばれる靴を入れる場所があります。だから毎日使う靴とかはそのまま玄関に置いといていいと思うんですが、たまに使う靴とかは下駄箱にすぐに玄関でしまうことができます。例えば人のお家にお邪魔するときはスリッパが置いてあることが多いです。靴を脱ぐので靴下とか裸足とかの状態になりますね。そうするとちょっと足が寒いからスリッパを履いて歩いたりします。
でもね、基本的に家の中では靴を履かないから、床が汚れることはあんまりないんですね。これが日本のいいところだなと思うんですが、床は基本的には、拭き掃除とか掃除機とかもするんですが、綺麗なので、靴下とか裸足で歩いても基本的には汚くならないです。だから私は海外に行くと、家の中で靴を脱がない文化っていうのが、靴を履いていると疲れちゃうんですね。だから海外に行った時も、できるだけ家の中では靴を脱いでスリッパを履いて生活をするようにしています。これはね、私がすごくずっと疑問に思ってることなんですが、靴で生活する家の人たちってお風呂に入った後どうしてるんですか？ぜひ教えてほしいんですけど、靴を脱いでシャワーを浴びて、そのまままた靴を履くんですか？ちょっと私はね、この若干湿った感じの状態で靴を履くのにすごく抵抗があるんですが、皆さんはどうしてますか？ぜひ先輩として教えてください。はい。で、5つ目ですね。5つ目の日本でやってはいけないこと。これはですね、日本語学習者の皆さんにこそ気をつけてもらいたいんですが、人のことをお前っていうことです。これは日本語学習者の人にしかわからないことだと思うので、今皆さんにはご紹介するんですが、日本語では一人称私とか二人称あなたとか、いろいろと言い方がありますね。その中でたまにね、日本語を勉強している方が突然お前はって言ったりするんですよ。これかなり失礼なのでやめてください。お前っていう言い方はかなり上から目線。人を見下している時とか、あるいはもう友達、すごく仲がいい友達においお前とか、そういう使い方をする言葉です。でもね、アニメとかを見ていると結構お前って言うんですよね。お前さとか、お前はみたいな。これ現実世界ではなかなか言わないです。アニメではすごく自然に描かれているんですが、現実世界では、男の子同士とかですごく仲がいいと言ったりすると思います。女の子はほとんど言わないですね。かなり下品な言い方です。なので、知り合って数日とかの相手にお前はどうなのとか、そういう言い方をするとかなり雰囲気の悪い人だと思われてしまいます。だから注意してください。日本語ってね、一人称とか二人称とかの言い方がすごくたくさんあるけど、結構ね、省略をするんですよね。だから皆さん、あえてあなたはって言いたくて、お前はとか言うのかもしれないんですが、困ったらあなたでいいです。どうしてもあなたって伝えたいときはあなたって言えば大丈夫です。あんまりね、日本人同士の通常の会話であなたは使わないんですね、実は。だからあなたはっていうこと自体が若干違和感ではあるんですが、それでもお前はとか言うよりは全然いいです。じゃあね、お前はどうなの、あなたはどうなのって言いたいとき、どうすればいいかというと、基本的には名前を呼びます。何々さんはどうですかとか、何々くんはどうなのとか、あるいはもうね、どうどうですかとか、もう言い方なんですけど、あなたっていう言葉自体をつけなくても文脈でわかります。どうですかとか、どうですかとか
明らかにあなたを指していますよっていう言い方をできれば、もう相手には伝わります。はい。そんな感じでいかがでしょうか。今回、日本でやってはいけない5つのことをご紹介しました。他にも何か思いついたら、また動画にしたいと思います。ということで、今日の初めてのリクエスト動画、リクエストをくださった方、ありがとうございました。また、これからたくさんのリクエストお待ちしているので、ぜひお気軽にコメント欄に書いてください。ということで、今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。では、またね。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。